皆様こんにちは。カメラマンの原亀です。よろしくお願いします。チャンネル登録いただいた方、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。今日のテーマはですね、今まで、競馬の撮影の解説をしてまいりましたが、今回は空間撮影ですね。そちらの方を解説したいと思います。もともと私は建築写真の会社に勤めておりまして、アシスタントから入ってカメラマンをやらせていただいておりました。シノゴのカメラですね。大判カメラ。これがシノゴのカメラになります。ジナー F というものですね。スタジオではジナー P というもっと重たいものを使ってたんですが、ジナー F はフィールドカメラということで若干軽量化されております。建築向きのカメラだと思います。建築写真の事務所ではトヨビューという日本製のカメラを使っておりました。今ですね、レンズが 180mm の1本ついてるんですけど、私今これしか所有してません。あとみんな 35mm のカメラに売却して変えてしまいましたので、残念ながら広角レンズは今のところ所有しておりませんが、その分 35mm で撮影をしていることが多いので、もうシノゴのカメラは使っておりません。しばらくぶりにですね、シノゴのカメラを倉庫から出してきまして、ちょっとカビているんじゃないかと思って心配しましたが、一応ピカピカでした。それで、煽り撮影ですね。煽り撮影の方をやるとすると、基本的にはシノゴのカメラ、大判カメラが一番煽れる範囲が広いです。前板と後ろ板に分かれてまして、これは袋蛇腹と言われるもので、こう外すことができます。で、通常の蛇腹ですね。これに付け替えて、もっと距離の近いところですね。フィールドではなくて、スタジオの中だったり商品撮影をするときには、もっと標準レンズぐらいに変えて、この袋蛇腹じゃなくて、普通の蛇腹で、撮影します。この前板と後ろ板がありまして、シノゴのカメラはですね、これを独立して動くんですよね、すべて。で、こう振ったりすることもできますし、こうですね。壊れてなかった。大丈夫です。ちょっと動かないですね。で、ちょっとこう、振ったり、上下運動ですね。こうですね。ピントの位置をずらしたりできます。あとはライズとかチルトとかこう言われるものですね。こう、前板を上げて、後ろに投影すると。こういうことができるんですね。ピントの面をずらしたり、水平、垂直を取ったまま、後ろ板をずらしたり、前板をずらすことによって、フレーミングをずらせるという機能がついています。で、これは、レンズがですね、後ろ玉が1個と前玉が1個になってまして、間にシャッターがね、入ってるんですよね。で、後ろに投影されて、このすりガラスのところに映るんですけど、基本的には一眼レフタイプと違いまして、逆像になって映ります。
天地が逆さまになって映りますんで、基本的には黒い布をかぶって、後ろから、上から覗き込むような形上から覗き込むような形で、このスピードグラスというか、ガラスに映ってる像を確認して、作業をするということになります。結構ですね、体位がですね、なかなか、腰に来るですね、上から覗き込みますんで、あとなかなか壁とカメラの間に頭を突っ込んで撮ったりしますんで、比較的腰に来る作業の連続になります。今はですね、35mm のカメラは非常に使いやすいと思いますが、このカメラじゃなきゃ撮れない写真っていうのは実はたくさんありまして、あんまりシノゴのカメラって大判カメラを使ったことがない方って多いんじゃないかなと思います。ちょっと特殊な撮影ですので、これを、基本に煽りを考えてしまうと、35mm の、煽れるレンズって同時に一方向しか煽れないんですよね。これが、両方で組み合わせで何十通りにもできるんで、やはりですね、可動域という意味では、シノゴのカメラを超える一眼レフはなかなか、難しいんじゃないかなと思います。当時は、シートフィルムといって、シノゴのホルダーがありまして、1枚ずつになっているフィルムをダークバックといって、暗室ですね。真っ暗な袋の中で手探りでフィルムを詰めるという作業が必ずついて回りますね。で、ここに1枚ずつ挟み込んで写真を撮っていくというスタイルになります。今のデジタルではちょっと考えられないかなっていうスタンスなんですが、このカメラはとても、撮ってて楽しいんですよね。見た目とだいぶ違う世界が見えますんで、今度そういうタイミングがあれば、実際に構えてるところをですね、動画にしてちょっと解説できればなと思いますが、ちょっとそこまで需要があるかどうかはわからないので、今回は、そのうちにということにしておきたいと思います。シャッターですね。基本的にはレリーズを使って、このシャッターを切るんですけど、このシャッターのチャージ方法もちょっといろいろ法則がありまして、シノゴのレンズに興味がないっていう方がほとんどかもしれませんが、このシャッターを開けたり開いたりするところはこのレバーでやるんですけど、一番やっちゃいけないことは、チャージをしたまんま、シャッター速度を動かしちゃうと壊れてしまいますので、必ずシャッターを切った後に、シャッター速度をシャッター速度と F 値がここに全部ついてるんですけど、アナログなんですけど、で、これシャッターを決めてから、4分の1で4分の1で決めてからチャージして切るようにしないと、チャージしてから回しちゃうと壊れてしまいます。そこは要注意ですね。で、今回はですね、水平垂直に対しての、解説をしていきます。レンズの歪みと構え方の歪みというのがございまして、レンズの歪みというのは、技術的なものではなくて、素材的なものですので、後処理で処理するしかないんですが、構え方によっては、得られる像がものすごく歪んでしまいます。建築物の場合は、例えば箱型のものを水平垂直を意識して撮るとしますと、カメラはやはり垂直に立てる。面に対して垂直にカメラを設置する。例えば高さを変えるときにはこの垂直移動ですね。このまんま高さを変える。そうすると当然ですね、画角的に入らないところと入れるところと、ある程度制限がかかってきます。それを、このシノゴのカメラで煽りを使うと緩和できるんですけれども、35mm の通常のカメラですと煽り機能はついていません。ですから、できるだけ水平垂直を考えて空間を撮影するというのが基本になります。カメラをですね、上に振ったり下に振ったりすることなく、まっすぐ構えて移動する。これを考えるだけでも、写真はとても、クオリティが上がると思います。どうしてもですね、テーブルを配置してある部屋だったりですね、そういうもののテーブルの天面を見せたいというときは、やはりカメラを高い位置にセッティングしなければ、部屋に合わせて低い位置にセッティングしていると、天面は映りませんので、
アングルが低くなってしまいますので、やはり高いアングルでカメラをなるべく振らないように撮るにはどうしたらいいか、またですね、振った後にそれをパソコンで修正するにはどうしたらいいかっていうのを今後やっていきたいと思います。
ジナー F ね、やっぱりいいですよね。やっぱり建築写真って楽しいんですよね。こう、煽ってですね、こう自分の見た目と違うものをこうね、また演出するというか、こう、いろんなところに煽れる機能があるんで、基本的にはですね、2枚の板を使って、上下左右全部動きますんで、もちろん倒れたりもできるんですけども、そうすると、もう可動範囲がものすごく広いので、35ミリでは到底想像つかないような絵を作り出したりできます。ですから、これどうやって撮ったんだろう、この建築っていう写真は、基本的にはやっぱりこういう大型のカメラを使って撮ってることが多いですね。最近は35ミリの、画像修正ばかり、やってる方がほとんどだと思いますけれども、やっぱり大判カメラで撮ってた人がやると、ちょっとこう、なんていうんですかね、視点が違うというか、そういうのはあると思いますね。こういう大型カメラを使ったことのない方って比較的、後ろで何やってるんだろうっていうのがあったと思うんですけれども、逆に映るんでね、天地が逆に映るんで、なかなかですね、一眼レフのように、こう、見た目で判断するのが難しいんですよね。反転してますんで。それをよく見て、撮影することを、だんだん慣れてくるとできるんですけれども、最初のうちはそれが苦しくて、なかなかうまく撮れなかったんですよね。